インクルード IS86M6 レンジスナイプについて説明させていただきます。この竿はですね、前身となるのがスナイプ S86WX ロングキャストというロッドの、進化バージョンとしてレンジスナイプは誕生しています。特徴はですね、スナイプ S86WX ロングキャストは、スイミングメソッドに完全特化したモデルだったんですが、レンジスナイプに関してはスイミングもこなしつつジグヘッドもしくはフリーリグとかスイミング以外のリグにも対応したモデルになっています。要はですね、かなり汎用性が広くなったモデル。調子としてはですね、非常にシャープな竿よりも若干ちょっと曲がる、ティップが曲がってくれる竿。よし、食った。違和感なく食い込んでフッキングに持ち込むっていう。ロッド自体は曲がるんだけど、そっから引き寄せる力がある。柔軟に曲がりつつもちょっと細かめなアクションにも対応できる、その絶妙なバランス。バットパワーをフルに活用して曲がった状態からさらにリフトアップする、そういうバランスになっています。スペックですが、レングスは86、磯でやることが多いので、自分の中ではもう8フィートから9フィートの間っていうのが、ベストかなと思っています。ルアーウェイトはですね、適合が 8g から 40g までで、自分のタックルセッティングなんですが、リールはダイワの LT4000 番クラス、 P ラインは08から1号で、リーダーは25ポンドから30ポンドぐらいまでを使ってます。使用するリグなんですが、基本になるのはスイミングリグ、その他にはジグヘッドリグでフリーリグなどですね、根魚ゲームで使うであろうリグ、幅広く対応できます。ジグヘッドはやっぱり根がかりやすいんで、ボトム感知が非常に重要になります。なのでロッドの感度、あとはラインのスラッグのラインの動きですね、注視しながら、そうすることでですね、ボトムに寝てる時間が長ければ長いほど根がかると思ってるんで、少しでも根がかりの確率を減らす、そういう意味ではちょっと張りのあるロッドが有利かなと。アクションにおいても感度面においても張りのあるロッドっていうのがいいかなと思ってます。ただ張りがありすぎてもね、今度はもうその専用特化しちゃうんで、自分の場合は汎用性も考えて、硬からず柔らかからずっていう絶妙な加減をこのインクルード86には求めて、で実際具現化しています。イメージとしてはスナイプ S86WX と比べて若干ティップに張りが出たんで、こういうシェイク、細かく動かすアクションもインクルード86になってからはかなり得意になりました。はい、インクルード 86M6、レンジスナイプのキャスティングを実演してみたいと思います。リールはですね、ダイワの LT の4000番で、 P ラインは 0.8 号で、リーダーが16ポンドを巻いてます。まずはジグヘッド 10g から。続いてジグヘッド 14g です。続いて、ジグヘッド 28g です。
続きまして、ジグヘッド 35g です。はい、続きまして、スイミングリグ 40g です。はい、続いて、スイミングリグ 60g です。こちらはですね IS86M6 の、推奨ローアウェイトをオーバーするウェイトなんですが、十分に投げることが可能です。一つ一つ言わせていただくと、RG10 ガイド、ゼナックの新しいガイドですね。こちらがですねリールから円を描くように出たラインを一点に集中し収束させ一直線に飛ばすガイドシステムになっています。根魚ゲームにおける RG ガイドシステムの利点なんですが、まずはもう何といっても飛距離非常にスムーズに飛んでいくで、なおかつ遠投が可能という点ですね。これはですねRG10 以前の RG ガイドでも同様だったんですが、さらに体感的にスムーズに飛んでいく印象があります。で、もう一つがですね、多点ガイドシステムですね。非常に多くのガイドを配置しています。でその一つ一つがアンテナの役割を果たして、高い感度を誇ります。で、さらにもう一つ、特徴的なのが、ティップ部分の、アシストガイドですね。ティップに P ラインが絡むというトラブルを極限まで減らしてくれます。もうこれがあるとないとではおそらくもう雲泥の差がつくと思いますんで、これはもう今個人的にはなくてはならない、ガイドシステムですね。でヘキサゴンリールシートですね。こちらのリールシートですね、非常に握り心地がいい、その一言に尽きるって感じですね。自分の場合ですねフロントグリップを握るスタイルですね。ロッドを保持するときはそういう場合でも非常に握り心地が良くて、軽い力でも確実にホールドできます。でアクションするとき軽く握って操作するのがベストだと自分は思ってますんで、そういった観点から考えてもこのヘキサゴンリールシート非常に具合がいい。でですね、リールのホールドですね、そこまで力いっぱい締め込まなくてもしっかりとリールをホールドしてくれます。で全体がですね、特殊ラバーで構成されていまして、ベタつかず非常に手に馴染みが良い、要するに軽い力でしっかりとホールドできる、これは非常に優れたリールシートだと思います。でグリップ後方に設置された、メタルパーツバランサーリングといいまして、ゼナックの新しいロッドを象徴する、メタルパーツになっています。ロッド全体のバランスを調整するためのリングです。それ以外にも、キャストするときに握り込みやすく、キャスト精度を高めてくれる。あと小さいところですが、フックキーパーがついてます。初めて見た時は正直必要ないなって思ってたんですけど、ちょっとした時にちょっと移動する時ですね、あとは写真撮影をする時とか、そういう時にですね普段だったら皆さんガイドにフックをかける方多いと思うんですが、この RG10 非常にフックかけにくいガイドになるんで、そういう時にはここのフックキーパーが役に立ってくれます。おすすめです。インクルード86は、根魚ゲームに、特化した一応ロッドなんですけど、汎用性が非常に高くてですね、磯でやってると、よくあるのが
青物のナブラが沸いた時には40g まででしたらジグも余裕でフルキャストできますし、であとはミノーとかですね、そういったものもキャスト可能です。ふと目の前にイワシの大群が泳いでたなんて時にはもうすぐワームとかジグヘッドですね、セットしてキャストしていただいても十分楽しめます。例えばですね、島根山陰エリア釣れる根魚の平均サイズ30センチぐらいなんですが、このインクルード IS86 に関しては曲がる竿なのでリリースサイズと呼ばれる魚でも十分楽しんでやり取りができる。よし食った。その中で時々ランカーサイズと呼ばれる40センチオーバー50オーバー不意にヒットした時でも竿が曲がった状態からさらに引き寄せる力を持つ2026年発売なんですが、それから少なくとも10年は最前線で活躍できる確信めいたものを感じています。なのでインクルード 86M6 酷使してやってください。